1980年生まれ以降で初めてこの217に来てくれるゲストの建築家です。ルーツをちょっとお聞かせいただけたらなと思ってるんです。で、どんな少女時代でしたか？基本的に一人で、本を読んだりとか、本を読んだりとかっていう感じで本を読んでた少女時代だったんですけれども、中高の時はずっとテニス部で両親にもしごかれてました。建築を始めようとされたのは、はい、その小学校の頃本を読んでいた。そうですね、本を読みながらその中に出てくる空間を想像したりとか、絵に描いたりとかっていうような遊びをしていたっていうのがあります。今日は愛される建築を目指してっていう、私はそのガウディの建築を初めて中学生の時に見て、日本に帰ってきた時に私たちの周りの建築って愛されてるのかなって中学生ながらに思ったっていう気持ちがずっとこう自分の中のこう疑問として、建築ってなんか私たちの常にこう身の回りにあって人間が生きることにすごい関わってるのに、なんかどうしてこうもっとこう関係を結べないのかなっていう中学生の疑問を今も考え続けているような形です。でこれはその私たちが今こういう建築考えられないかって思っていることを言葉にしたものなんですけど、分節的というよりは有機的、組み立てるというよりは生まれ育っていく、美しいというよりは愛おしい、アノニマスというよりは個性がある、人工物というよりは生き物のような、最後のこのあるというよりはいるっていうのは、なんか私がこういいなって思う建築って、ただそこに物としてあるっていうんじゃなくて、自分の意思でそこにいるって思うような建築っていいなって思うんですけれども、そういう生きているというか、そういう建築を目指しています。これは東日本大震災の後にグリーンタウン矢本っていう当時600世帯ぐらいの方がお住まいだった仮設住宅に作った子どもの集会所のプロジェクトです。子どもの遊びに合わせて建築が出かけていくようなものを作れないかというふうに思って、それらがこう集まってくるとちっちゃい子どもの都市みたいになるみたいな、そういうこう集会所っていうのを、これは伊藤豊さんとの共同設計で考えました。仮設でもう半年間暮らしながら作ったっていうのがすごく大きくて、仮設のお父さんたちと一緒にこれを運んで、中にサンタクロースをした町内会長さんが乗ってるんですけどなんかこう家が動いてると子どもたちがわーっとこう飛び乗ってきて、その祝祭的な風景に感動したり、なんかその建築っていうのはができるってことはこうなんていうのか、ある未来を提示するというかみんなの気持ちを一つにしていく力があるっていうことを、この時にすごい体感したっていうことで、ここからすごく建築の考え方が変わったっていうのがあります。でその次にやったプロジェクトっていうのが、これがグッドジョブセンター柏っていう奈良県の柏市にある、障害のある人とともに社会にどんな働き方があるかっていうことを考えていく場所のプロジェクトです。でこれはクライアントからいただいた言葉なんですけど、違いを認め違いを大切にするっていう言葉をいただいて、これはこの障害のある方と一緒にこう働く場所を作ってる時にだけ考えるべきことというよりは、私たちが作るこう全ての建築で考えるべきことだというふうに思うようになったっていうのがあります。これはグッドジョブセンターのあり方をすごく象徴的に示している写真でもあるんですけれども、右上の方では発送作業している人がいたり、奥ではアトリエでものづくりしている人がいたり、今行くともうスタッフの方が作り足した棚とか物とかがわーっとこうつながってきてて、どこからが彼らが作ったものでどこまでが私たちが作ったかっていうのがこう境界が曖昧になるぐらいものであふれてるんですけれども、仕事っていろんな仕事があって、中にはすごく華やかな仕事もあったり、中にはすごくこう地道な努力っていうものによってできていく仕事っていうのもあるけど、それらがそれぞれ称えられてるっていう状況を建築で作れたらいいなっていうふうにも思いました。じゃあ結構例えば自分の建築がこう壁面に落書きされたりとか、はい、
そういう状況は許容できるそうです。か？そういうのがむしろ、本来的にはそれが魅力になっていく建築を作りたいっていう気持ちではいます。なるほど。次に紹介するのは山形市で作ったコパルっていうインクルーシブな遊び場のプロジェクトです。内外が公園のようにつながっている建築になりました。これがエントランスなんですけれども、ここから中に入るとまず正面のエントランスのホールのところが体育館なんですけれども、そこで本当にいろんな人が遊んでるっていう様子がわっと目に飛び込んでくるので、ここってこうやってみんなで遊ぶ場所なんだってことが入った瞬間に分かるような構成になってます。はい、次に紹介するのは熊本地震の記憶を伝える震災ミュージアムのプロジェクトです。熊本って行くと本当にすごいなっていつも思うんですけど、この市街地から阿蘇に向かっていくとどんどん風景がダイナミックになっていて、そこに沿って熊本地震のを引き起こす原因と伴った二川断層っていうのが通っていて、いろんな震災遺構っていうものが残っていて、熊本県さんがそれを記憶の改良ミュージアムっていう形で巡りながら体感するミュージアムっていうふうに計画されている中の中核施設としてこの記憶というミュージアムを作ることになりました。何かその屋根の形っていうのが周囲の風景を切り取るように作るっていうことによって、あるところに立つと外輪山の水平なラインが見えたりとか、あるところからは震災遺構である山腹崩壊が見えたり、その火口が見えたりっていう形にすることによって、建築っていうのが敷地を超えた、もっと広域の場所と関係が結べるんじゃないかっていうふうに思いました。展示室に行くと、この奥に見えてるここが阿蘇大橋が落ちる原因にもなった大きな山腹の崩壊したところが見えたりとか、ここのV になってるところがその外輪山がここだけ切れて、ここからカルデラ湖の湖が流れていたって、まさにそこに断層があるってことを示している風景でもあるんですけれども、自分が知識として得ているものが外の風景とどんな関係にあるのかっていうことが体感で分かるような空間体験を作っています。今ちょうど藤本さんもいらしてますけど、大阪・関西万博やっていて、私たちは、若手20組が、こういう休憩所とかトイレとかをやるっていうコンペに参加させてもらって、今休憩所1っていうのを担当させてもらいました。ちょうどその前に大阪の民泊に行った時に、モンゴルのゲルがあそこに原寸で作ってあるのを見てすごい面白いなと思ったのと、昔のゲルって今は白い布のイメージありますけども、木の皮が吹いてあったりとか、王様のゲルは白い豹の毛皮を吹いてあったりみたいな、佇まいが本当生き物みたいだなっていうふうに思って、今回せっかく万博の短い期間の中で実験的なことができるというので、一番最初にお話ししたような生き物のような建築っていうのをもう少し深めて考えられないかっていうふうに思って、屋根をウニ繊維さんという大阪の会社の方にデッドストックの生地を提供いただいて、テキスタイルで拭いたものになります。中に入るとこんな感じで、ちょうどリングの外なので海が近くて風が結構強い場所なんですけど、風が吹くと下にいても屋根がザーってざわめいていくのが見えるような場所になっています。で、真ん中にはこういうネット状のハンモックのような空間があって、ここで寝そべると上の屋根から光とか半屋外なので風とかそういうものが感じられる場所を目指しました。一緒に作ってくださって、一枚一枚手で貼っていって、ピザのように広げて貼って、またこれを一枚一枚畳んでみたいな形で途方もない時間がかかってこれを作ったっていう、組み立てるの自体を持ち上げてバッとかけるので1日でできるっていうような建築になっていて、巨大なスカートともいえるような場所になっています。建築家ってどんな職業だと今のところ捉えられているのか、ちょっとみんなに共有させてください。
でも本当に人間の人間の生きることのすべてに関わりうるというか関わることのできる仕事だなって思って、生まれてから死ぬまでだいたい私たちの周りには何がしかの建築があるので、はい、その一つ一つが本当に素晴らしいものになったら、すごいことだなって、社会が変わるというかそういうものだと思うので、一から組み立てていけるというか、なんていうんそうですね、どこまででも遡っていくことが本来的には可能というか、そういうところがすごいいい仕事だなって思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。